こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちら。すごくね、綺麗なイラストですよね。ブルメリアさんの作品で、タイトルは教会の天使。斉藤直樹先生はじめまして。ステンドグラスに佇むオリキャラのヒナを描きました。ステンドグラスと紙が同化してしまったので、その部分が気になっています。直してほしいところは全てお願いします。よろしくお願いします。とのことです。はい。ということで、ブルメリアさん、添削のご応募ありがとうございます。特にね、コメントには書いてなかったんですけど、これですね、コピックで描かれたイラストですよね。はい。にじみでできた紙の質感もとても素晴らしくて、柔らかい雰囲気のある素敵なイラストですね。でも髪の毛のグラデーションとかもね、コピックですごく丁寧に表現されていて、技術の高さも伺い知れます。ブルメリアさん、素晴らしいです。で、今回どこを添削していくかなんですが、ご本人もおっしゃっている通り、髪の毛とステンドグラス、このね、背景のステンドグラスが同化してしまっているところでしょうか。はい。まあですね、この髪の毛もそうですし、顔の部分もかな。おそらくですね、この下地の髪のね、白を生かして、で、ほっぺたの部分だけこう塗るようにしたんだと思うんですが、そうすると、こう全体で見た時にそこだけ白飛びしちゃったみたいな感じになってね、背景のね、この白と同化しちゃっているような感じに見えますね。それはそれでね、こう神々しくもあって、これはこれでいいんですが、ご本人としては同化しないようにしたいということですので、背景と人物が同化しないように添削を加えてみたいと思います。でもね、これアナログならではっていうよりかは、デジタルでもね、こういうことって多いですよね。書いてみたはいいんだけど、人物と背景が埋もれてしまったっていうことは結構起きがちです。なのでこの動画を見ていただければ、人物が背景に埋もれてしまった時にはどうすればいいのか知っていただけて、ご自分のイラストをより際立たせることができるようになると思います。ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速いってみましょう。はい。じゃあまずですね、早速核心部分に手を入れていってしまいましょうか。でですね、この髪の毛、ちょっとですね、グレーヘアなのかシルバーヘアなのか、白いのか黒いのかちょっとね判断に迷う、すごく独特なバランスで描かれているんですが、でもですね、この頭頂部がかなり黒いので、おそらく黒髪として描かれているんだと思います。なので一旦思い切って髪の毛黒くしちゃいます。はい、こんな感じ。でね、ここもちょっと難しいところなんですが、かといってただの黒髪にしてしまうと、元の神秘的な雰囲気が完全になくなっちゃうので、ここからね、少し髪の毛のところどころを明るく持ち上げて、元の雰囲気を取り戻していくような感じのことをしたいと思います。はい、こんな感じ。主にね、こう毛先に行くに従って髪の毛が明るくなっているので、そのニュアンスはね、なるべく残すようにしました。ただですね、おそらく元のね、この印象に完全に寄せたい場合には、やってみて分かったんですが、黒髪じゃなくてどっちかっていうとシルバーヘアの方が雰囲気は近くなりそうだと思いました。なのでね、こちらは好みでどちらか選んでくださいね。今回は背景から浮き立たせるということを優先して黒髪バージョンを進めてみますね。さて、黒髪にするとちょっと全体的に印象が重々しくなりすぎてしまうことがあるので、忘れずにハイライトも加えて少し印象の軽さも追加していきましょう。はい、こんな感じです。これですね、アナログではちょっと難しくて、一旦濃くして薄くしていくマイナスの作業になるので、これをね、このままの手順でコピックで再現するっていうのはできないと思うんですが、でもね、出来上がったものを見て、なるほど、こういう階調をつけるのかって知って、でそれをコピックで再現するっていうのはできると思うので、まずはね、参考のために一旦見ていってくださいね。はい。でね、この黒髪にハイライトを描くと、髪の毛が一気に艶めいて、サラサラになったような印象になりますね。はい、いい感じです。最後ね、髪の毛ちょっと整えていきます。はい、髪の毛はこんな感じです。でですね、髪の毛でちょっと気をつけたいのは、添削前のようにですね、髪の毛をこうザーッと塗って、でここをザーッとグラデーションをかけて、でその上にこうハイライトをポツポツとこう塗っただけだと結構ね、平面的に見えがちです。これ塗ってみてね、ちょっと平面的だなっていう風に思ったら、
ここの塗りとここの塗り、ここの塗り、それぞれねこう差をつけた方が立体感、存在感が増すと思います。ほらここの前髪の部分に濃い調子を入れただけでなんかね立体感が増しましたよね。こういう手数を入れるとね立体感が増しますのでやってみてください。ただですね、さっきのように平面的な塗りも場合によってはいい場合がありますので、それはね時と場合によって使い分けてみてくださいね。さて髪の毛は一旦このぐらいにして顔の調整をしていきます。顔がですねちょっと白飛びしてしまっているので、ここも一旦濃くしちゃいますね。はい、こんな感じ。若干ね下に向かって明るくグラデーションをさせることで神秘的で透明感のある雰囲気を残すようにしました。あとはちょっとこれ完全に僕の好みなんですが、顔をね少しもう気持ちだけちょっと長いかなと思ってしまったので少しだけ輪郭を縮めました。ここはね僕の好みなので無視して大丈夫です。で顔の色を少し濃くしたので目の色がちょっとだけ浮いて見えるようになってしまいました。ここももうちょっとだけ濃く調整してみましょう。はい、こんな感じ。アナログでね濃い色って塗るの結構怖いんですけど、一旦薄い色を塗ってみて後から濃くしていくっていうプラスの作業はアナログでも全然問題なくできますので、塗って薄いなと思ったら濃い色を塗り重ねてコントラストを上げていってみてください。見栄えがするようになっていくと思います。さらに目を描き込んでいきます。ここ大事ですね。はい、今のでかなり印象が変わったと思います。ほらもうまつげをね濃くしただけでかなりね印象強くなりましたよね。まつげって結構大事なパーツで、ここが薄いとどうしても印象が弱くなってしまいます。それもあって背景にキャラクターが同化してしまうっていうことが起こっていた一つの要因になっていたと思うんですが、なんかね印象が弱いなと思ったらまつげを濃くすることで解決するパターンもありますね。で最後ちょっとだけ目のハイライトも入れていきます。はい、こんな感じ。顔はだいたいこんな感じですね。次は体を添削していきましょう。といっても体はそこまで大きな変更点はありません。強いて言うならちょっとこの腕がね短いなって思うぐらいです。はい、腕ちょっとだけ長くしていきましょうか。はい、こんな感じですかね。腕が短すぎるとすごくね幼児体型に見えてしまうので、想定している年齢よりも幼く見えてしまうことがあります。もしね意図通りでない場合には注意しましょう。あとですね、ちょっと上半身で気になったのは髪の毛もそうなんですが、ちょっとこの肩周り、胸周り、この辺がですね赤でちょっと同化してしまってどうなっているのかパッと見わからなかったっていうこともありますね。なのでここももうちょっとだけ形が判別つきやすいように色で差をつけていくのがいいかもしれません。まずはこの肩周りなんですが、前に突き出している部分なのでもう少しだけねこう明るくしてあげた方がいいかもしれません。やってみます。はい、こんな感じ。あとはですね、全部胸周りも元のように赤くしちゃってもいいんですが、結構ですねそれだけだと赤の中だけで差をつけなきゃいけないので描くのがね、単純に難しくなるんですよね。もしデザインをアレンジしていいのであれば胸元は白い布とかにしてあげるとそれだけでも描きやすくなります。試しにやってみますね。はい、こんな感じ。意外とですねデザイン的に描きにくいがゆえに見栄えがしないっていうことがあります。それはもう画力の問題とは言い切れないんですよね。ほらよくですね二次創作をするとものすごくよく描けるんだけど、オリジナルキャラを描くとなんか見栄えがしなくなっちゃうなんていうことあるじゃないですか。あれっていうのは二次創作って要するにプロがデザインした誰が描いても見栄えがしやすいデザインになっている場合が多いからです。勝手に見栄えが良くなってしまうように計算されてデザインされているんですよ。これはねもう画力の問題じゃなくてデザイン力だったりします。なのでなんかここ見栄えがしないなと思ったら描き方じゃなくてデザインの方を疑ってみるのも一つの手だと思います。頭の片隅に置いておいてください。結構大事なポイントです。さて腕の長さを調整しただけだったので腕にもしっかりと陰影をつけていきましょう。陰影をつけることで同じ赤でもしっかりと周りと描き分けることができると思います。
はい、こんな感じです。いい感じですね。あとは手ですね。手もね、顔と同じように白く塗り残すように表現されていたんですが、ここにも色を塗ることで背景から浮き立たせることができると思います。やってみます。はい、しっかりね、手も見えるようになりました。手がちっちゃかったっていうのも、見えない原因の一つだったかもしれません。はい、上半身はこんな感じですね。下半身いきましょう。で、下半身は、ちょっとだけね、スカートが平面的に見えちゃっているので、奥行きと立体感を感じられるようにアレンジしてみましょう。まずはこうですね。はい、スカートの前側に奥から差し込んでくる光、ハイライトを追加しました。これによって、こっち側の面が画面のこの手前側とは違う面を向いているのがわかるので、立体感をね、感じさせることができると思います。さらに、このひだひだなんですが、これがね、結構悪さをしているように思います。というのもこのひだひだ、画面の端っこに沿って平行にひだひだしちゃっているので、なんかね、すごく窮屈な印象を作り上げちゃってるんですよね。これをもう少し自然に見せることで、窮屈さをとって自然に見せることができると思います。こうです。はい、こんな感じですね。画面に対して平行になっているのをやめて、ふわっと斜めにひだひだを調整しました。さあ、スカートはこれでいいでしょう。あとは、この翼ですかね。翼は今も小さくて可愛いんですが、ちょっとね、髪の毛が無理やりかかっているので、ちょっとね、これも不自然に見える原因ではあるでしょうか。もう気持ちね、大きくして、髪の毛がかからないようにしてあげた方が、これも絵としては描きやすいかもしれません。やってみます。はい、こんな感じです。小さめな翼っていう印象はあまり変えずに、髪の毛が翼にかからないように手前に来るように調整しました。さあ最後、背景に行きます。背景はね、ちょっとしたことだけなんですが、結構大事なポイントなので、集中してついてきてくださいね。はい、まずですね、ステンドグラスなんですが、ここにもね、結構しっかりと色をつけちゃった方が、結果的にキャラクターが際立つような気がしますね。色を際立たせてみましょう。まずはこう。はい、ステンドグラスの青い部分をちょっと濃くしてみました。キャラクターの赤とかね、黄色い部分と対照的になるので、よりキャラクターが際立ったのがお分かりいただけると思います。さらに、ステンドグラスの葉っぱとか花の部分、黄色い部分もね、いくつか色をはっきりさせていきましょう。はい、こんな感じで、ポイントなのはこのステンドグラスの黒いライン、この黒いラインなんですが、ここがですね、キャラクターよりもより一層黒く描かれてしまっているので、それもあってキャラクターが埋もれてしまっている原因になっていると思います。この黒い線はもう少し薄く、そしてちょっとだけ太くしてあげてもいいと思います。やってみます。はい、こんな感じ。細かいことを言うとね、この線はステンドグラスのガラスとガラスを接合するためのハンダですよね。はい、皆さんハンダ使ったことありますよね。鈴と鉛の合金。ハンダごとでこうジューッと溶かしながら溶接するあれですね。で、そういうこともあって線が少し太くて厚みがあったとしても全然不思議ではないと思います。さあ、そしてこれだけでも全然いいので、ここで完成でもいいんですが、このね、脇のスペース、ここがちょっと寂しいなと思った場合には、こんな風にしても面白いかもしれません。はい、一旦光を書き入れて、さらにこうです。はい、ステンドグラスの反射のようなものを書き入れてみました。ちょっとね、形が雑なので整合性は取れてないかもしれませんが、こんな風に光の映り込みを書いてあげても面白い効果が出ますね。最後にもともと書いてあった白いポワポワを少し強調して終了です。
はい、こんな感じ。今回の添削は以上となります。並べて見比べてみましょう。はい、右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか。元のね、雰囲気もすごく素敵だったんですが、キャラクターがより浮き出て目の引くイラストになったのがお分かりいただけると思います。はい、今回は髪の毛をはじめキャラクターが背景に同化してしまった時にはどうすればいいのかという観点に着目しながら添削を進めてきました。埋もれてしまう原因、ポイントはいくつもありましたが、大きなポイントとしては3つです。まずキャラクターは白く塗り残さずにしっかりと色を塗ること、それとこのイラストの場合には肩周り、胸周りだったんですが、同系色でちょっとまとまりすぎてしまっている部分にはしっかりと陰影をつけて立体感を出すこと。でもし描きにくい場合にはデザインを変更してメリハリのある色使いにしちゃうのもありです。で、3つ目、このね、ハンダの部分、背景に強い黒があると背景の方が前に出てきてしまうこともあるので、背景の黒は抑えめにすること、背景との同化が緩和できると思います。ぜひ取り入れてみてください。それと今回は絵にメリハリをつけるような添削でしたが、同じくメリハリをつける添削としてこちらの動画もおすすめです。気まぐれ添削106、メリハリがない時はこれが原因ですね。なんか絵が安っぽくなっちゃうという作者さんのお悩みを解決した動画になります。興味があればこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それでは最後にあのコーナー、気まぐれじゃんけんのコーナーです。いきますよ。準備はいいですか？気まぐれじゃんけんじゃんけんポン。それではまた次回の動画でお会いしましょう。